こんばんは、アンツカフェのアンでございます。ただいまの時刻12月31日を回ったところでございます。皆様はどんな年越し、そして新年をお迎えでしょうか。今回の動画は前回欠点豆でミルの引き比べを行いました。予告でもお話していた通り、欠点豆を引いたのでその掃除を行っていきたいと思います。すでに先人たちがナイスカットミルフォーレックスの分解掃除の動画を上げていますので、私はこのダイヤミルの分解掃除を今回行っていきたいと思います。では早速行っていきたいと思います。まずですね、多分汚れると思いますんで、段ボールを敷いていきたいと思います。まずはじめにですね、これを返してハンドルのところの後ろのところに、ここにネジがあるんですね。これをまず外していきたいと思います。このネジは全部外さなくても大丈夫です。ハンドルが、こんな感じですね。全部外さなくても大丈夫。こんな感じで、くぼみがあるだけなんで、そこにこうネジが挟まってるだけなので、それを緩めてあげる。次にですね、この反対側。コーヒーの、引きの調節するところですね。これを時計と逆回しに回していきます。そうするとこれネジが取れて、でこれも取れて、これも取れますね。そうするとバネが出てきます。一緒にしとこうか。これとこれが一緒になるんで、これだとまだ何にもできてないから、次にですね、ここの3つのネジで留めてあるんですけれども、これを外していきたいと思います。おお、あれだね。最後。前にナイスカットミルの、分解を、刃を取り替えるんで分解したときに、こういうネジ山を壊してしまってね、痛い思いをしたときあったんですけどもね。で、そうするとこれは取れますんでね。もう汚れてるわ。見えますか、ここ。ね、もうすでにコーヒーがついています。結構、でも、もう結構出てますね、コーヒーの。粉がついてますね。で、これを外していくと。
れでこう取れるのか。これ見えますかね。結構コーヒーの粉がいい匂い。めっちゃいい匂いするわ。うわ、すげえ。えらいことになってるわ。とりあえず今どうなってたかっていうと、これがこうなって、こうなってたと。ただこれだけのことだけですね。多分ここのところの位置を変えてしまうと、また調整するときに狂ってきてしまうと思うので、それは気をつけた方がいいと思います。よいしょ。これはあとはもうこれだけのことだから、ここを出してあげて、一応全部ばらして掃除をして、ここに並べてみました。で、これが豆を引く臼の部分ですね。これにどうなってたかというと、まずこれが来て、で、これが来ると。ね、こういう感じですね。じゃあもう組み立てていきましょう。さっきと逆になりますね。こうだね。これで、まずこっちをやって、よし。で、次にこれをすると。そうするとここにちょうど引っ掛けるような形で、逆か。で、これが入って、こういう形で入って、で、これを中に入れると。見えますかね。最後気をつけなくてはいけないところは、ここのところが、きちんと噛み合ってるかどうかっていったところに、ここですね。気をつけてください。こういう形ですね。で、さっきのこの部分をはめて、まずここを止めちゃいましょう。OK。OK。で、最後。これがあって、これとこれがこうなるわけだから。こっちですね。で、
でそうすると結構いきますから、今目いっぱいいってる状況。これでカチカチカチっていくわけだから、よし。であとハンドルをつければ終わりと。よし。ああ、今硬いわ、これ。一番今硬くしてあるから硬いわ。一つやって。2個やって。3個やって。ダイヤミルの分解掃除いかがだったでしょうか。僕も初めて行ってみて思ったことは、部品は少なく至ってシンプルな作りなんだなっていうのを感じました。一点注意するとするならば、最後の噛み合わせの部分、そこだけしっかり行っていただければ問題なく行えると思います。さて、次回の動画なんですけれども、先日私、コーヒー豆の福袋というのを購入しました。その中には3種類のコーヒー豆が入っております。1つ目は生産国ブラジルのラゴア農園。これが品名になっております。2つ目はガテマラのサンファ農園。3つ目はインドネシアのマンデリン・ゲガラン。この3種類の豆が入っているということでした。それと一緒に購入したのがカリタのウェーブドリッパーを購入しました。次回の動画ではこのコーヒー豆をウェーブドリッパーとエアロプレスで入れて飲み比べてみたいと思います。この動画が参考になったという方はグッドボタンもしくはバッドボタンを押していただけると次回の動画作りの参考にさせていただきますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。